こんにちは、釣りって学べるです。この春からエギングを始められた方へおすすめの動画です。そもそもエギングで使用するエギとはどういうものなのかがわかる動画をまとめてみました。すでにエギングをされている方も参考にしていただけましたら嬉しいです。それではどうぞ。本日の目次です。エギの号数とタイプ、エギの色の選び方、エギのしゃくり方、最後に特典パートとしてご視聴者様アンケート結果による春エギング攻略法をお届けします。エギの号数とタイプを解説していきます。エギングで使用するエギのサイズや重さなどは主に号数で呼ばれることが一般的です。その号数によって何が変わるのか、またエギにはどのようなタイプがあるのか解説いたします。今回紹介する号数やタイプはメーカーによって異なりますので、およその目安としてご使用ください。今回のエギの号数とタイプを学ぶことによって、エギを選ぶ力を身につけることができます。エギの号数とタイプの結論です。号数は長さと重さ。タイプは沈む速度。この2つについて解説していきます。号数は長さと重さについて解説いたします。エギのサイズは一般的に号数で呼ばれます。その号数によって長さや重さが異なります。メーカーによって若干違いはありますが、およその目安は次の通りです。エギのサイズで使用される号数は、1号あたり1寸、約 3.03cm となります。ここでは分かりやすくするために1号あたりおよそ 3cm として進めさせていただきます。長さと重さにつきましては、エギのラインアイとカンナを除くサイズになります。エギにはこのようなサイズがあります。号数を一つ一つ解説すると比較が分かりにくいため、一覧表で説明いたします。2号は長さ 6cm、重さ 5g、ヒイカなどの小さめのイカで活躍します。2.5 号は長さ 7.5cm、重さ 10g、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。3号は長さ 9cm、重さ 15g、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。春のアオリイカもベイト、小魚に合わせたり、エギの沈む速度を遅くしたい場合で活躍します。3.5 号は長さ 10.5cm、重さ 20g、エギの基準サイズになります。シーズン問わず活躍します。4号は長さ 12cm、重さ 25g、春のアオリイカ、親イカで活躍します。遠くに飛ばしたい時や風が強い場合に活躍します。4.5 号は長さ 13.5cm、重さ 30g、春のアオリイカ、親イカで特に大型のアオリイカで活躍します。しかし 4.5 号に対応したタックルが必要となります。タイプは沈む速度について解説いたします。エギの長さにつきましては、それぞれの号数による長さでほぼ一致していますが、重さにつきましては、基準となる重さを中心に軽かったり重かったりいろいろなエギがあります。エギの重さが異なる、いわゆるタイプ別にどのような場合で活躍するのか紹介していきます。タイプには主に次の4つが挙げられます。スーパーシャロータイプ、シャロータイプ、ベーシックタイプ、ディープタイプ。スーパーシャロータイプとは、水深3メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを8秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも最も軽いエギになります。沈む速度が極めて遅く、ボトムに着底させずに、表層から中層を狙いたい場合に活躍します。シャロータイプとは、水深5メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを6秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的軽いエギになります。沈む速度が遅く、浅場や藻が多い場所など、水深がないところでも
フォールの時間を少しでも長くとって、アオリイカにしっかりアピールすることができます。ベーシックタイプとは、水深5メートルから10メートル程度で活躍するタイプで、水深1メートルを 3.5 秒かけて沈み、エギの基準となる重さのエギになります。まずはベーシックタイプから始めて、状況に応じてシャロータイプかディープタイプか選択します。ディープタイプとは、水深10メートル以上の深場で活躍するタイプで、水深1メートルを 2.5 秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的重いエギになります。沈む速度が速く、水深や潮流があるところでもしっかりボトムを取ることができます。また、重さを生かし、飛距離を稼ぐこともできます。エギの号数とタイプのまとめです。これも結局何を選んだらよいのか、シチュエーション別による6選をまとめてみました。エギには色もたくさんある中で、サイズやタイプも合わせると何を選べばいいのかますますわからなくなると思います。ここではサイズとタイプ別の使用例を紹介いたします。まずは基本的に、春は 3.5 号のベーシックタイプ、秋は 3.0 号のベーシックタイプで大丈夫です。釣り方や場所、ポイントに慣れてきたら攻略の幅を広げるためにいろいろなサイズやタイプを選ぶことがいいと思います。サイズ別の使用例については次のようになります。春は親イカ狙いのため 3.5 号を中心に 3.0 号から4号。夏は親イカから新子まで幅が広く 3.0 号を中心に 2.5 号から 3.5 号。秋は新子狙いのため 3.0 号から始めて状況により軽めの 2.5 号にサイズダウンしていきます。冬は深場狙いのため 3.5 号を中心に状況により重めの 4.0 号にサイズアップしていきます。タイプ別の使用例につきましては次のようになります。浅く広がる G ソはスーパーシャロータイプ。沈み藻が見える場所はシャロータイプ。秋は浅場で成長を続ける新子狙いでシャロータイプ。堤防や防波堤はベーシックタイプ。漁船などが出入りする小規模な漁港はベーシックタイプ。流れが当たる深い G ソはベーシックタイプ、もしくはエギが流される場合はディープタイプ。大きなタンカーなどが出入りする大規模な漁港はディープタイプ。冬は水温が安定している深場狙いでディープタイプ。エギの色の選び方について解説していきます。エギングにおいてエギの色には様々な背中の色と下地の色があります。色の選択については多くの組み合わせがある中で、どんな状況でどんな背中や下地の色を使えばいいのか解説していきます。エギの色の選び方の結論です。背中は潮の状況、下地は光の状況、この2つについて解説していきます。背中は潮の状況について解説いたします。主なエギの背中の色は次のような種類があります。青、緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤、紫。人間から見える色とイカから見える色は異なり、イカは白黒で見えているようです。青、緑、黄色は白、オレンジ、ピンクはグレー、赤、紫は黒。エギの色を選ぶ際は、イカが認識している色の白、グレー、黒の3つを考えることになります。潮の状況については次の3つが挙げられます。1、潮がとても澄んでいるとき、天気がいいとき。2、潮がやや濁っているとき、曇りや明るい夜。3、潮がとても濁っているとき、深場や暗い夜。潮がとても澄んでいるとき、天気がいい日は、エギが見えやすい状況になるため、ナチュラルや白系、青、緑、黄色。潮がやや濁っているとき、曇りや明るい夜は、エギがやや見えづらい状況になるため、中間的なグレー系、オレンジ、ピンク。潮がとても濁っているとき、深場や暗い夜は、
ギが見えづらい状況になるため、シルエットがはっきりとした黒系、赤、紫。背中の色は使用の透明度や天気、月明かりなどで選んでみましょう。下地は光の状況について解説いたします。主なエギの下地の色は次のような種類があります。銀、金、赤、虹、マーブル、ケイムラ、夜光。下地は光の反射による影響を強調させたり、落ち着かせる効果があります。銀は昼間で天気がいい日など、潮が澄んでいるとき、背中の色を明るくする効果があります。金は朝夕の混ぜ目や常夜灯など、やや明るいときに背中の色を目立たせない効果があります。赤はやや濁っているときや明るい夜など、背中の色を強調させる効果があります。虹、マーブルはオールマイティで全ての状況においてやや効果があります。ケイムラは紫外線を受けて発色します。曇りなど太陽の光がないが紫外線が届いている状況の時に効果があります。夜光は光、紫外線を蓄えて自ら発光します。強い濁りや深場、暗い夜など水中に光が届かない時に効果があります。下地の色は昼間の太陽の明るさや夜の月明かりの状況で選んでみましょう。エギの色の選び方のまとめです。結局何を選んだらいいのか、シチュエーション別による6選をまとめてみました。昼間で明るい時は背中が青、緑、黄色、下地が銀。昼間で曇りの時は背中がオレンジ、ピンク、下地がケイムラ。朝夕の混ぜ目は背中がオレンジ、ピンク、下地が金。夜間で明るい時は背中が赤、紫、下地が赤。夜間で暗い時は背中が赤、紫、下地が夜光。すべての状況において使えるのが背中がオレンジ、ピンク、下地が虹、マーブル。潮が濁っている場合は1段階暗めで使用するエギを選択するとカバーできます。エギングのしゃくり方を解説していきます。エギングの誘い方、しゃくりについていろいろな方法がありますが、どのような時にどのような仕方を使えばいいのか、方法と使い方をまとめてみました。今回、しゃくりとジャークについて訳せば同じ意味を持っているようですが、エギングで主に使用されるテクニック名として紹介いたします。しゃくり方の結論です。しゃくり、縦の動きで誘う。ジャーク、横の動きで誘う。ずる引き、体力温存で誘う。ボトムステイ、放置で誘う。それではこの4つについて解説していきます。これからしゃくり方を解説する前に、そもそもエギのしゃくりとは何か見ていきましょう。エギを投げてエギを沈めた後、ロッドを大きく上に振ってエギを水中で高く跳ね上げるアクションのことをしゃくりと言います。諸説ある起源の一つに、エギは江戸時代から伝わる日本古来のルアーで、松明を燃やして漁に出ていた薩摩、現在の鹿児島県の漁師が、焦げた松明を海の中に落としたところ、イカが焦げた松明に抱きついたことが始まりとされています。その松明をもっとよく釣れるように地域や環境に合わせて改良されたものが現在のエギの原点になります。ちなみに重り、シンカーには古銭、古いお金が付けられていました。昔は夜に船の上からエギを上下させて誘っていたり、岸からでも投げて巻くだけの釣りでした。ロッドやリールの性能、PE ラインの登場により、しゃくりのパターンが増えたことで、岸からのエギを使ったしゃくりのパターンが増え、現在のエギングとなっています。しゃくり、縦の動きで誘うについて解説いたします。しゃくりとは、ロッドを上下に動かし、エギを高く跳ね上げて、アオリイカに対して縦に広くアピールすることができます。沈める、フォール時間も長く作ることができるため、アオリイカがエギに抱きつく時間、当たりの時間を長く取ることができます。しゃくりには次のような方法があります。1段しゃくり、2段しゃくり、
三段しゃくり。三段しゃくり以上のことを多段しゃくりとも言います。一段しゃくりとは、ロッドを大きく1回だけ上げる方法です。ロッドを下から上まで上げたり、途中で止めたり、しゃくりの大きさでえぎを跳ね上げる高さも変わってきます。最も基本的な方法で、ボトム付近にいるアオリイカに対して効果的です。二段しゃくりとは、ロッドを2回上げる方法です。1回目にロッドを少し上げて一旦止めます。そして2回目を上まで連続で上げて、えぎを2段階で跳ね上げます。1段目のしゃくりでえぎの頭を上に傾けて、2段目のしゃくりで上げるため、えぎを少しでも真上方向に跳ね上げたい時に効果的です。三段しゃくり。多段しゃくりとは、ロッドを3回以上上げる方法です。二段しゃくりの要領で、9時から12時までにロッドを3回以上連続で上げて、えぎを3段階以上で跳ね上げます。二段しゃくりよりもさらに真上に跳ね上げたい時に効果的です。ジャーク、横の動きで誘うについて解説いたします。ジャークとは、しゃくりが上に高く跳ね上げるのに対して、ジャークはえぎをダート、左右に動かす方法です。アオリイカに対して横に広くアピールすることができます。アオリイカがつきやすい沈み根や障害物周りを丁寧にじっくり探るときに有効な方法です。特に好奇心旺盛な秋のアオリイカには効果があります。ジャークには次のような方法があります。ワンピッチジャーク、ハイピッチジャーク、スラッグジャーク。ワンピッチジャークとは、一段しゃくりを細かく行う方法です。小さいしゃくりの後にリールを1回転させて糸吹けを取り、また小さくしゃくりを入れてリールを巻く。これを繰り返し行います。えぎが段階的に小さく跳ね上がっていくので、えぎがアオリイカから逃げる小魚や甲殻類を演出したい場合に効果的です。ハイピッチジャークとは、ワンピッチジャークを素早く行う方法です。高速にしゃくることで、えぎも素早く小刻みに跳ね上がり、広範囲にアピールしたいときに効果的です。スラッグジャークとは、ワンピッチジャークをラインスラッグ、糸吹けを出した状態で行う方法です。糸吹けがある状態でしゃくりやジャークを行う方法のため、あえて移動距離を抑えることができます。活性の低いアオリイカに対して効果的です。コンビネーションジャークとは、様々なしゃくりやジャークを組み合わせた方法です。釣れたアオリイカや警戒心の高いアオリイカに効果的です。釣る引き、体力温存で誘うについて解説いたします。釣る引きとは、えぎをしゃくりやジャークなどはせずに着底させてそこをリールを巻いて這わせる方法です。PE ラインがまだない頃はズル引きの釣りが主流でした。そこをゆっくり動くえぎは体力を温存するためにいかにして動かず大きな餌を食べるかを意識した春のアオリイカに効果的です。また安定した水温を求めてボトムに移動していく冬のアオリイカにも効果的です。ボトムステイ、放置で誘うについて解説いたします。ボトムステイとは、えぎをボトム、底まで着底させて、そのまま放置しておく方法です。潮の流れを利用して、えぎが流されたり、ゆらゆらとした動きができます。釣る引きよりもさらに春の体力を温存したいアオリイカや、冬のボトムに移動したアオリイカに効果的です。えぎのしゃくり方のまとめです。アオリイカは鋭く動くものに興味を持ち、近づいて観察した後、不自然な動きをしていないと判断してから捕食に至る行動パターンを持っています。しゃくりやジャークで寄せてポールで食わせるという一連の流れをイメージしながら操作を行うのも超過アップに必要不可欠なポイントです。動かし方がちょっと特殊な釣りですが、予習してから釣り場で練習すれば、釣り初心者の方でもすぐに遊べるようになります。ロッドで直接えぎを引っ張らず、ラインを引いてえぎを動かすというイメージで超過アップを目指しましょう。それでは得点パートです。初めての一杯応援企画、
ご視聴者様アンケート結果による春エギングの攻略法をお届けいたします。このアンケートは釣りって学べるのコミュニティにおきまして実施いたしました。ご視聴者様のご協力により多くの回答を頂戴し、貴重でリアルな現場の声を集約並び分析させていただきます。ご投票いただきました皆様、誠にありがとうございました。このアンケートを見ることによって、これからエギングを始めたい方は、経験者の方がどのような釣りをされているのかがわかり、また経験者の方もエキスパートになるための目標などもわかるようになります。この結果をご活用いただき、今シーズンの春アオリイカや今後のスキルアップの手助けになれたら嬉しいです。最後までよろしくお願いいたします。超過実績が多い時間帯の結果を見ていきます。このアンケートはよく釣りに行かれる時間帯も関係しておりますが、確認していきましょう。有効投票数520票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 45%、234票の5時から7時の朝まずめです。全体の半数近くを占めております。朝日が出てきて光量が増えてから1時間から2時間くらいまでがいい時間帯です。2番目に投票が多かったのは 23%、120票の18時から20時、夕まずめとなってます。夕方の徐々に暗くなってくる時間帯から日没後2時間から3時間くらいまでがいい時間帯です。やはり超過実績のあるまずめですが、どちらかというと朝まずめがよく釣れているようです。3番目に投票が多かったのは 20%、104票の20時から5時の夜間です。夜行性が強いアオリイカは夜も狙い目です。一昔前までは夜にしか釣れないと思われていたくらいです。4番目に投票が多かったのは 7%、36票の7時から12時、午前です。そして5番目に投票が多かったのは 5%、26票の12時から18時の午後です。まずめや夜の実績が多いですが、明るい日中の昼間の時間帯でもアオリイカを釣ることは十分可能です。午前か午後かどちらかといえば、朝まずめが残っている午前がよく釣れているようです。超過実績が多い月例の結果を見ていきます。大潮や小潮などの潮汐は後ほどございます。月明かりなどがどのように影響しているのかを参考に確認していきましょう。有効投票数451票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 52%、235票の満月です。全体の半数近くを占めております。アオリイカは比較的目で獲物を追って捉えるため、真っ暗な闇夜よりも月明かりの強い満月の方がエギを発見しやすいことが挙げられます。2番目に投票が多かったのは 35%、158票の新月です。新月は海水の塩分濃度が満月の時より上がると言われています。細胞内に侵入してきたナトリウムイオンを体外に排出するためにナトリウムポンプをフル稼働させなければなりません。そのためにエネルギーを消費するとお腹が空きます。お腹が空くと餌をより多く取らなければならないため、アオリイカの活性がいつもより上がります。しかし満月の活性より劣ってしまう結果となりました。3番目に投票が多かったのは 8%、36票の上限です。そして4番目に投票が多かったのは 5%、22票の下限です。上限の月は昼に東の空に昇り、深夜に西の空へ沈みます。下限の月は反対に深夜に東の空に昇り、
お昼に西の空に沈みます。上弦の時は太陽が沈む夕間詰めの時間帯が明るく、下弦の時は太陽が昇る朝間詰めの時間帯が明るくなるため、上弦下弦によって間詰めと使い分けるのもいいかもしれません。超過実績が多い潮汐の結果を見ていきます。有効投票数534票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 43%、230票の大潮です。大潮の時はプランクトンが動き、アオリイカの餌でもある小魚たちも活性が上がるため、とても釣れやすい状況があります。しかし、時間帯により、潮がゆっくり動いている方がアオリイカは自由自在に動き回れるので、活性が高く超過実績も高い傾向にあります。また、春のアオリイカは満月の大潮の前後に産卵を行うと言われています。このタイミングで浅場にやってくる可能性が高くなります。2番目に投票が多かったのは 39%、208票の中潮です。大潮に引けを取らない中潮。大潮ほど潮の流れが速くありません。しかし、中潮程度の潮の流れが小魚たちも活性が上がり、アオリイカが自由自在に動き回れる時間帯を長くさせ、高活性が持続する傾向があると思います。小潮、若潮、長潮はほぼ同じとみなしてまとめさせていただきました。3つ合わせた投票数は 18%、96票となっております。大潮、中潮が釣れやすいと紹介しましたが、小潮、長潮、若潮など潮が少し動く程度が一番よく釣れるとも言われています。アオリイカは水中でホバリング、泳がずその場で漂っているため、潮の流れが速すぎると水中でじっとしているのが難しく流されてしまいます。潮がゆっくり動いている小潮、若潮、長潮がアオリイカは自由自在に動き回れる時間帯が最も多く、活性も高く超過実績がある要因となります。超過実績が多い潮回りの結果を見ていきます。有効投票数405票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 53%、215票の満潮前の上げです。アオリイカは上げ潮とともに接岸し、下げ潮とともに沖へ離岸していくと言われています。満潮前の上げは沖から接岸してきたところを狙う釣りとなります。産卵前に体力をつけるために捕食行動を起こすアオリイカも多くいると思います。2番目に投票が多かったのは 29%、117票の満潮後の下げです。アオリイカは下げ潮とともに沖へ離岸していくと言われています。満潮後の下げは接岸したアオリイカが沖へ離岸していくところを狙う釣りとなります。産卵後のアオリイカも混ざっているため、満潮前の上げよりは劣る結果となっているのでしょうか。3番目に投票が多かったのは 11%、45票の干潮後の上げです。そして4番目に投票が多かったのは 7%、28票の干潮前の下げです。干潮は潮位が下がり、狙えるポイントも少なくなります。また、潮が引いているため、アオリイカが沖に移動している状況にもなります。しかし、液が届く深い場所などが特定できれば、ポイントが絞りやすい潮回りと言えると思います。超過実績が多いしゃくりの結果を見ていきます。有効投票数442票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 69%、305票の多段しゃくりです。圧倒的な投票数となった多段しゃくり。
ここでの多段しゃくりとは2段以上のしゃくりのことを言います。襟を高く跳ね上げて高いところからフォールさせて長時間見せることがポイントと言えます。2番目に投票が多かったのは 12%、53票のボトムステイです。多段しゃくりでフォールを長時間見せた後はボトムステイ、長時間放置といったところでしょうか。着底後に潮で揺られるアクションがいいのかもしれません。3番目に投票が多かったのは 8%、35票の一段しゃくりです。4番目に投票が多かったのは 6%、27票のジャークです。そして5番目に投票が多かったのは 5%、22票のズル引きです。セオリー通りのしゃくりだけではなく、擦れたアオリイカを釣るためには、投票下位のテクニックも必要になります。エギング激戦区では、多段しゃくりが多い中、マイナーなしゃくりが効果的な状況も出てきます。超過実績が多い天気の結果を見ていきます。有効投票数409票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 51%、209票の晴れです。この投票は晴れの日に釣りに行かれる方が多く、雨の日は少ないことが結果に現れていると思います。しかし、晴れた日は釣り人が多いにもかかわらず、超過も出されている方も多くいることが分かりました。2番目に投票が多かったのは 46%、188票の曇りです。アオリイカがよく釣れる天気は曇りとも言われています。日中の降量が減り、アオリイカの警戒心が和らぐことが要因に挙げられます。また、紫外線によりアオリイカの反応がいいと言われるケームラカラーが大活躍することも挙げられます。3番目に投票が多かったのは 3%、12票の雨です。雨の日は塩分濃度が下がってしまいます。海水に住むアオリイカが塩分濃度の低下を嫌って影響の少ないボトム付近などに移動することなど知っておけばポイントを絞りやすい天気と言えます。また、釣り人も少ないためプレッシャーも少ないことが釣れる要因に挙げられます。超過実績が多いエギのボディカラーの結果を見ていきます。有効投票数470票のご回答をいただきました。一番投票が多かったのは 46%、215票のピンクです。ピンクは中間色とも呼ばれています。曇っている日中、月の出ている夜、少し濁りが入っている時など様々なシチュエーションで活躍します。初めての一本は迷わずピンクを選べば間違いないと思います。2番目に投票が多かったのは 27%、126票のオレンジです。ピンクが朝まずめに効果的と言われる中、オレンジは太陽が上がった日中に効果的と言われています。朝まずめが終わり少し粘りたいと思った時はピンクからオレンジに変更してみることもいいかもしれません。3番目に投票が多かったのは 13%、60票のブルーです。4番目に投票が多かったのは 9%、41票のグリーンです。そして5番目に投票が多かったのは 6%、28票のナチュラルです。この3色に共通することは太陽の光量があり、墨潮の状況下であれば上位の人気になってもいいくらいのカラーとなります。天気が良くイカが見えるくらいの潮であればおすすめなカラーです。超過実績が多いエギの下地カラーの結果を見ていきます。有効投票数523票のご回答をいただきました。
一番投票が多かったのは33%、173票のK村です。K村は紫外線を反射することでベースとなる色の発色を高める効果があります。光が少ない環境で液をより目立たせたい時に効果的です。日中などではなく暗い環境で力を発揮させることができます。具体的な使い方としては、朝間詰め、夕間詰め、昼間の深場、濁りがある時が効果的です。2番目に投票が多かったのは 29%、152票の赤テープです。赤テープは光の量が少ない場面で使うことがいいとされています。光が届かない暗い海の中、液のシルエットがしっかり出るため、アオリイカが見つけやすく、夜のエギングにも有効なカラーとされています。夜のエギングだけでなく、光の量の少ない海の深場、澄み潮の日、曇り空、夕間詰めのエギングなど、光の量が少ない場面に効果的です。3番目に投票が多かったのは 26%、136票の金テープです。下地に金テープを巻いた液はフラッシング効果が高く万能カラーです。液選びに迷ったら金テープをベースにオレンジやピンクの布地が巻かれた液を選ぶといいかもしれません。日中のエギング、暗い夜のエギングにも超過実績のある鉄板カラーです。海の色が濁っている場面や曇り空などにも有効です。4番目に投票が多かったのは 10%、52票の虹テープです。5番目に投票が多かったのは 2%、10票の銀テープです。オールマイティに使える虹テープもおすすめです。朝間詰めのエギング、夕間詰めのエギング、日中のエギングなど、濁り潮、澄潮とオールマイティに使える虹テープは、その日の第一投に選ぶ釣り人も多いと思います。銀テープは底が見えるくらいの透き通った潮で効果絶大です。しかし、そのような海はなかなかないので、票が伸びなかった原因かなと思います。今回のまとめです。今回の結果を一覧表でまとめてみました。この表をもとに初めての一杯を釣るために初級、中級、上級と現在のエギングレベルがわかる表にもなっていますので確認していきましょう。初めての一杯を釣るための高確率の状況はこのようになっています。時間帯は朝の5時から7時。月齢は満月。潮汐は大潮。潮回りは大潮前。しゃくり方は多段しゃくり。天候は晴れ。ボディカラーはピンク。下地カラーはK村。このようになっております。ここからはエギングレベルを見ていきます。今回のアンケート結果による上位の状況下で安定して釣果を出すことができれば初級レベルと言えると思います。アンケートランキング3位あたりで釣果を出せるようになったら中級レベルです。アンケート結果により海藻の状況下で安定してアオリイカを釣ることができれば上級レベルであることは間違いないと思います。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。